皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は EV 自動車の危険性について触れていきたいと思います。誤解がないように最初に言っておきますが、 EV 車が悪であるという内容ではありません。何にでもメリット・デメリットがあり、それらを理解しないまま政府が推しているからとか、地球環境のためという理由だけで選択していると残念な結果になるという内容になります。この冬世界で何が起きているかというと、大寒波によって死者が出ているということが起きています。夏には熱波で大騒ぎしていたのに、今度は寒波です。あれ、地球温暖化しているって言っていなかったっけという疑問が湧いて頭が混乱している人もいるのではないでしょうか。そこで EV 車のことや環境ビジネスについての情報をシェアしていこうと思います。これから EV 車の購入を検討している方にとっても参考になると思いますし、知人の EV 車に乗って出かけるというシーンでも注意すべき点もありますので参考になると思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、最近話題になっている大寒波についてご存知の方も多いと思いますが、本当に恐ろしいことが起きています。能登半島地震で被災した方々にも冬将軍が訪れていて、避難生活に過酷さを増しています。人類にとって熱波もきついですが、寒波も比べ物にならないくらいきついものです。今年に入ってからアメリカのニューヨークを襲っている大寒波の被害状況を知るとゾッとしてしまいます。報道によりますと、今年に入ってからの寒波によって90人以上が命を落としているというのです。どのくらいすごいかというと、ニューヨークではマイナス40度以下になっておりますし、カナダのモンタナ州ではマイナス45度を記録しているといいます。ちなみに例年のニューヨークの冬の気温というのはマイナス1桁台程度の冷え込みなので、マイナス40度超えというのはその地に暮らす人々にとって対応しきれないかなり危機的状況になっていると思います。人的被害の詳細については、路面凍結による自動車事故や悪天候によって切れた電線が車に接触したことによる感電死などが起きており、災害時のリスク対策として参考になります。他には投資も起きており、その経緯は明らかではありませんが、たとえ家の中や車の中であっても少なくとも暖房を使えない状況であったということは想像できます。また2021年の2月にアメリカのテキサス州を襲った大寒波によって、やはり約430万人が停電によって生活が麻痺しています。停電の原因というのは、テキサス州では総電力の 42% を風力発電によって賄っており、地球環境に対しての取り組みとしてはお手本のような地域だったわけですが、なんと大寒波によって発電用タービンの半数が凍結してしまい、発電能力が 8% まで落ちてしまったことによって起きたとのことでした。これらの事例がそのまま EV 車のリスクと重なると思います。 EV 車の場合はそもそも停電が起きたらアウトになりますし、充電場所もどこでもというわけにはいきませんし、大雪の中連結した車の救出も容易ではありません。今話題になっているのは EV 車の電結騒ぎです。 EV 車の電結と投資という2つの事象を結びつける情報を把握していませんが、寒波の中で電結になった場合は投資のリスクは一気に高くなります。ガソリン車やディーゼル車においてはガス欠という形で同様の悲劇が起きますので、特別 EV 車だけが危険であるというわけではありません。しかしガソリンや軽油などの場合、ガス欠が起きても他の車両から分けてもらうとか、携行缶などを使用すれば何らかの対策は可能だと思いますが、電結はどうしようもないということで、私は EV 車に乗ることに対して恐怖を感じています。ですからアメリカやカナダで起きている大寒波の影響で EV 車による充電渋滞が起きているということや、待っている間に完全な電結になったのか乗り捨てられた EV 車の数が多くあるということを知ると、正直 EV 車に乗りたくない気持ちがますます強くなりました。大寒波に襲われている中で電結し、車を乗り捨てた人は無事家にたどり着けたのでしょうか。もしあまり電気は残っていないがちょっと買い物に出かけたという状況で、そのような状況に遭遇した際、コートなどの冬装備は万全だったのでしょうか。非常に気になるところです。今年に入ってからアメリカを襲っている大寒波によって航空便にも影響が出ておりまして、1月12日から21日までに米国発着便の約3割にあたる7万4000便が遅延し、1万4900便が欠航しています。1月23日も午後の時点で米国発着便の約2700便が遅延、1200便が欠航しているという状況です。EV 車のことに話を戻しますと、このような災害時に明らかになるのは
知らないとは恐ろしいということです。どんなことにも言えることですが、知らなかったばかりに命を落とす人が後を絶ちません。特に車のことになると、女性に多いのがメカには弱いからということで耳のシャッターが閉じられるということも多いと思います。何事もなければそれでいいのですが、アドバイスしている側は異常事態が発生した時に困るからと話しているのになかなか伝わらないものです。これはこのチャンネルにアクセスしていただけている方なら経験のあることだと思いますが、食料備蓄の必要性や流行り病の蔓延を防ぐためにということで使われているあれについても同様で、大切な家族を失ってから事実を知ったとしてももはや手遅れであり、そんなことになったら後悔してもしきれませんよね。EV 車を選択した方というのはどんな理由があってのことかは分かりませんが、リスクを考えた上でのことなのか今一度考える必要があります。おそらく燃費のことを考えてということではないと思います。というのは利用の仕方にもよりますが、ガソリン車に比べて EV 車というのは補助金を使ったとしても高価であり、その価格差を燃費分で埋められるかというと疑問が残るからです。そしてバッテリーの寿命は8年とか15万キロという目安がありますが、バッテリー交換時にいくらかかるかというと、 BMW で工賃抜きの価格で200万円、日産リーフあたりで工賃抜きの価格が70万から100万円ほどと聞いています。8年も乗らないからという人もいるかもしれませんが、リセールの価格に影響するということなので関係ないわけではないと思います。では地球環境のためにと考えた方もいることでしょう。ところが自分の車は二酸化炭素を出していないと思うでしょうが、その使用する電気を発電するところでは二酸化炭素を排出しています。もっと言うと莫大な量の使用済みリチウム電池の処理問題は棚上げというか先延ばしになっており、その処理についてしっかり取り決めしないと処理にお金をかけない国、例えばその代表格の隣の赤い国ではすでにレンタル自転車やレンタル EV 車の墓場が出現して野ざらし状態になっていますので、この先時限爆弾となっていくと思います。リチウムバッテリーが環境に及ぼす悪影響は計り知れないことが分かっていますが、話がそれてしまいますのでこれぐらいにしておきます。 EV 車の普及というのは世界的潮流になってきていますが、世界各地で起きている EV 車の電欠問題によって EV 車の普及を進めていくことに疑問視する声が上がり始めているそうです。少しうがった見方ですが、 EV 車の普及を早めたい勢力というのはどうしたらそれができるかを考えるわけで、その方法の一つは大義名分を作ることにあると思います。例えば世界中で起き始めている大寒波によって電欠による投資が頻繁に起きていることを大きく取り上げ、これは実際の統計で確認しているわけではありませんので、あくまでも仮説としてその対策のためにインフラ整備を急がなくてはならないという世論を作るというものです。 EV 車の普及に懐疑的な人たちというのは、充電インフラが整っていない状態で EV 車を普及させていることに異議を申し立てているわけですが、EV 車を促進させたい人たちが考えていることは逆で、インフラ整備が遅れているから人的被害が出てしまっているという世論を作り上げて、その大義名分をもって予算を取り付けようと考えているかもしれないのです。つまり言葉は悪いですが、普及のためには人柱が必要だということです。考えすぎだと思うかもしれませんが、かつて戦争に参加したかったルーズベルト大統領は日本を追い詰めて真珠湾攻撃を奇襲という形に仕立て上げ、被害者としての立場を演出し、アメリカ国民に対して戦争開始の大義名分を作りました。その時に真珠湾にいた自国の兵士や女性、子供を犠牲にしたのです。こういった歴史的事実から学べることというのは、支配者層の価値観では庶民の命などは所詮虫けら程度ということなのかもしれないということです。私がこのように考えることになった事実は他にも多々あるからなのですが、だからといって彼らを憎むというよりも、彼らの思考パターンを学び、自分が被害に遭わないように心得ておかなければならないということです。今回の話から得られる教訓というのは、身を守るためにも政府が強く進めることに対して迂闊に飛びついてはいけないということにつきます。先ほど述べた車に関しての一般常識として、冬に限らずエンジンをかけたまま車の中に長時間滞在すると一酸化炭素中毒で命を落とすという可能性が高くなります。これは雪の中の渋滞でも起きますし、地下駐車場などでも起きる可能性があります。そして周囲の車がエンジンをかけたままなのかということの状況にも目を配らないといけません。 EV 車に関しては、まず電気機器というのは温度の影響を受けやすく、現在のバッテリーは低温時にその能力や充電能力が一気に落ちることを知っていれば、特に冬の寒さが厳しい地域では EV 車を選択肢に入れない方がいいし、
充電インフラが整っていなければいつも電欠との不安と向き合っていなければなりません。さらに言うなら自分が EV 車に乗っていなくても知人の車で遠出するときには同様に注意しなければならないと私は考えています。何かことが起きて命を落とした人たちの事故事例を検証すると、まさかそんなことがという状況で起きていることが多いのです。 EV 車については隣の赤い国で作られた車両が日本にも一部登場し始めていますが、あの国の監視カメラに映る事故映像を見るとゾッとします。単に安いからと安易に輸入するというのは企業の倫理観に欠けると思いますし、あの国の中で起きている事故状況を知らなかったでは済まされないと思います。そのあたりのリスクを庶民が認識していれば買わないだろうし、買うから輸入されるわけですよね。よって庶民の危機管理意識が高ければ、怪しい製品は日本に入ってくることはないということになります。やはり知ることが災いを防ぐ最善手だと思います。企業の利権に関わる情報は既存のメディアからは得られないと思いますので、専門チャンネルをご覧になることをお勧めします。いかがだったでしょうか。私は元車の整備士であった関係で、車の故障など非日常的な状況に置かれた車に関わることが多かったので、つい EV 車の電欠問題には敏感になってしまいます。もし自分が大雪の中、電欠になった場合どうするだろうかと考えてしまいます。救出するにもガソリン車のガス欠のようなわけにはいかないわけですから、ロードサービスを提供している側も頭の痛い問題だと思います。調べてみるとロードサービスを提供する企業には一応電欠に対応した専用車両が用意されているということですが、車両の数的な問題と現地充電ができないケースもあるとのことですが、それらは徐々にサービスが充実されていくことでしょう。しかし現状では1時間以上かかるところでは対応不可であったりするそうですから、不安は拭えないと思います。今回はあまり触れませんでしたが、環境ビジネスがいかに欺瞞と詐欺にまみれているかの仕組みの説明も動画にしておりますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。アメリカ前大統領がなぜパリ協定から脱退したのか、そしてなぜ現大統領になってすぐに再加入したのかの答えは利権が絡んでいるからであり、前大統領はグローバリストの目論む詐欺を見抜いたからです。当然ながら日本においてもその片棒を担ぐことになっているわけですから、その詐欺的な仕組みを理解すると怒りがこみ上げることになるかもしれません。庶民の所得を自動的に吸い上げるシステムになっていることに驚くと思います。このように本当にデタラメな世の中になっていますので、それらの目論みを頓挫させるためには一人でも多くの人がこのような事実に気がつくことが大切になります。最後に EV 車というものは利用条件によってはその恩恵を享受できるものだと思います。しかし本当に人にとって安全なのか、地球環境にとって良いものなのかという疑問は大いに残ります。ご利用は注意書きをよく読んでご使用くださいという感じで締めくくりたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。